日本語を1時間聞きながら眠りましょう。今日はあまり面白くない話を日本語でします。皆さんリラックスして目を閉じて聞いてくださいね。今日の話一つ目はカラオケの話です。あなたはカラオケに行ったことがありますか？日本ではいろいろな人がカラオケに行きます。で、僕も昔よく行っていました。そんなカラオケの思い出の話をします。で、僕が大学生の時、僕は学校の友達とグループで居酒屋に行きました。そのグループは学校の、男女含む10人ぐらいかな。10人のサークルのメンバーです。ジャズサークルに僕は入っていました。みんなお酒が大好きで、僕もね、少しお酒は飲んでいました。そして何より僕はね、そこに好きな女の子がいたんです。気になっている人がいたんです。あの子いいな、あの子かわいいな、そんな風にね、思っていたんですが、特に何も言わず仲良くみんなと遊んでいました。そしてその日は居酒屋に行ってみんな盛り上がったんですね。みんな楽しくて、じゃあ次はカラオケに行こうと言ってね、みんなでカラオケに行くことになりました。そのカラオケは有名なカラオケです。いろいろな場所にあります。チェーン店です。そこに行ったらですね、なんと僕の高校の時の同級生がいました。高校生の時に同じクラスだった M 君がいたんです。彼はそこでバイトをしていたんです。でね、久しぶりと言ってね、M 君はもう OK じゃん。うん、OK じゃん。そういう感じでした。M 君はね、面白いんですよ。はっきりとものを言うし、結構人気者でしたね。うん。見た目はちょっと派手ですね。ギャル男に近い。茶髪で、車に乗ったり、こ人気の女の子と遊んだり。うん。そんなね、いわゆるギャル男という見た目でしたね。うん。僕、高校の時、あの、少しだけ同じ部活だったんですよ。うん。で、僕はあんまり、そのテニスだったんですけど、テニス部でね、上手くなかったんです。でも彼はめちゃくちゃ上手いんですよ。M 君は。もう、クラスの部活の中でもトップのね、トップ1位、2位、3位、それぐらい上手い人。だからちょっと、僕は、なんて言うんですかね。下手な人というふうに思われていたでしょうね。で、ちょっと、静かであまり喋らない。目立たない人だったんですね、僕は。だからね、そんな風に、
高校の時は過ごして、で、大学生になってカラオケでやってくる。ね、僕が。で、お酒を飲んで女の子と一緒にグループでやってくるから、M 君はね、ちょっと半分笑ってるんですよ。オッケーじゃん。オッケー来たじゃん。そういうね、顔してるんですよ。でもまあ仕事だからね、ちゃんと仕事をして、で、僕たちはカラオケルームに入りました。カラオケルームに行ったらみんなお酒を頼んで、歌を歌うんですよ。みんな人気の曲を歌ってね、盛り上がって。で、1時間経って、2時間経って、もう夜の11時ぐらいかな。結構遅いですよね。で、10人ぐらいいるから、みんな時々トイレに行ったり、ちょっと外に行って、外の空気を吸ったり、ね、して、それぞれちょっとずつ、そういう行動をしていたんですよ。で、僕はね、そのちょっと気になっていること、一緒にね、ちょっと、外にたまたま出たら一緒になって、で、話していたんですね。で、入り口の方に行ってちょっと空気を吸おうと思って、僕の好きな子と一緒に、入り口のところに行って話していたんですよ。で、その場所はちょっとドアがあって、ちょっと仕切られているんですよね。で、その上にお店のスピーカーがあるんです。お店ってスピーカーで何か話しますよね。店員さんが、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、とか、迷子の人がいたら、迷子のお客様、いらっしゃいますかとかね。そうやって、何かを伝えるときに、何かを話しますね、スピーカーで。そのスピーカーが上にあったんですね。で、僕がその好きな女の子とちょっと話していて、少しいい感じになってきたんですよ。いい雰囲気に。二人だけの時間ですよね。みんなカラオケで盛り上がって。でも、二人は外にいて。ちょっとドラマのような時間です。そしたらね、スピーカーがガサってなって上の。なんだろうと思って。そしたら、OK。OK ってね、言われたんですよ。何これ。そう思いました。高校時代のクラスメートの M 君が、もう、マイクで喋ってたんですね。カラオケって、カメラがあります。監視カメラで、誰がどこにいるか見えるんですよ。だから僕が女の子といるのを M 君は見て、OK が女の子と喋ってるぞ。ちょっと、話しかけてやろう。そう思ったんでしょうね。だから、ガサガサガサ、OK っていうね、話しかけられた。で、僕はちょっと気まずくなりますよね。だからもうその女の子とカラオケの部屋に戻ったっていう話です。いやー、そんな思い出があります。カラオケはね。カラオケの僕のね、じゃあ次の話は、カラオケで僕が何をするかということです。今はほとんどもう行かないけど、年に1回行くかな。1年に1回ぐらいは行くかもしれない。
だいたいみんなお酒によって盛り上がっていくからね。僕はもうお酒飲まないから、飲まないけど行く。で、カラオケに行くときはね、僕はやはり、好きな曲も歌いたいけど、もうその時は盛り上がる曲をね、歌った方がいいと思うんですよ。みんなもうお酒に酔って楽しんでるからね。楽しいとか面白い曲。それをね、歌うのがいいと思うんです。ね、いきなりさ、僕の好きな、インディーズバンドの曲を歌っても、英語で、誰もわかんないじゃないですか。そしたらみんな、何この曲そういう時間になっちゃいますよね。楽しみたいから。だから僕はね、歌うのは、モーニング娘。というね、昔のアイドル。知らないかなみんな。昔のね、人気だったアイドル。AKB より前ですよ。AKB より前にね、いたんですよ。元祖アイドルが、彼らの、曲をね、歌います。ラブマシーンという曲とか、ハッピーサマーウェディングという曲とかね。彼女たちはたくさんの女の子がいるグループで、なんかね、健康的な人たちです。みんなね、元気な感じでちょっと面白い。親しみやすい。友達みたいな、ね、アイドル。これみんなね、人気でしたよ。この曲はね。だから、ラブマシーンという曲はね、日本の未来は、世界が羨む。恋をしようじゃないか。Love is so wonderful とかね、そういうポジティブな歌詞なんですよ。昔はね、日本は経済も強くて、ね、成長している国でした。未来が明るい国でした。すいません、ちょっと暗くなっちゃいますけど、まだまだ未来は成長がある。そして経済も良い。どんどん輝く。そんなね、雰囲気がありましたね。あの時はね、90年代。2000年代。ということで、その曲を歌うと盛り上がるわけですね。みんなで、ウォー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 ってね、振り付けをして遊んだりしてね。はい。で、最初はそうやって盛り上げて、だんだんみんな好きな曲を歌うようになってくるんですよ。そろそろ、本当に好きな曲歌ってもいいかな、みたいなことを考えるんです。で、誰か一人そういう歌を入れるんですよ。そうすると、僕もだんだん、じゃあビートルズ歌っていいかなとかね、思って、でも最初は有名な曲入れようかなとか言って、有名なビートルズの曲歌ってね、ちょっと雰囲気を変えたりして、みんなが飽きないようにね、するという、そういうことをカラオケではやっております。楽しいです。皆さんも、行ったことありますか？カラオケにね。違うか。今は目を閉じて寝るところでしたね。すいません、すいません。盛り上がる話してどうすんだっていうね、ことですけども。はい。じゃあ、次の話行きましょうか。次は僕の友達の話です。シェアハウスで出会った人たち。面白い人がたくさんいましたよ。一人目はアメリカ人です。サンフランシスコ出身。彼はテック系の仕事をしていました。プログラミング、コーディング、
そんな仕事をしている人です。彼はとっても優しくて、笑顔が素敵な人です。だけど、時々悲しそうな顔をしていました。よく一人で椅子に座っていました。何かを考えているような、何かを悩んでいるような、そんな顔をしていました。僕と彼が出会ったのは大きなシェアハウスです。東京のかなり田舎の方です。都心からは1時間以上離れた場所にあるシェアハウスでした。そこのシェアハウスはとっても大きかったんです。100人以上の人が住んでいました。僕も初めてのシェアハウスでした。でも、ピアノもあるし、キッチンも、シアタールームもある。とっても楽しい生活をしていましたよ。そこでアメリカ人の彼は新しくそのシェアハウスに来ました。日本が初めてと言っていました。だから彼はまだ日本語があまり話せませんでした。日本は全然文化も違うし、なかなか友達を作るのが難しいと言っていました。それでも1ヶ月、2ヶ月、彼はいろんなパーティーに参加したり、いろんな人と話したりして、だんだんみんなと仲良くなっていきました。それでも仕事はやはり大変だと言っていました。リモートでアメリカの仕事をしていると言っていましたね。だけど彼は一人で彼女もいなくて寂しいと言っていました。僕がそのシェアハウスにいたのは8ヶ月ぐらいです。1年いませんでした。そこで僕もたくさんの友達ができたし、そこを離れるときは少し寂しかったですよ。そしてそのアメリカ人の友達とも、それで会うのが最後になりました。もちろんメールは交換していました。だから、時々連絡を取っていました。元気とか、最近はどうとか、それでももう5年も経って、ほとんどメッセージもしていなかったんです。でも、少し前に彼と会う機会がありました。共通の友達がいます。その女性もシェアハウスで出会った友達です。彼女がご飯を食べるから一緒に食べようと誘ってくれました、僕を。そこにアメリカ人の友達も一緒に来ていたんです。そこで、久しぶり、元気と言いました。彼は本当に元気そうで、笑顔で、久しぶり元気だよと言ってくれました。人生いろいろなことがあったね、と話しました。そして僕は最近はどうと聞いたら、彼は結婚したと言っていました。そうなんです。実は僕がシェアハウスを離れた後にニュースを聞きました。
彼に彼女ができたと。日本人の彼女です。それで僕は、彼女ができたんだと思っていたんですね。でも、結婚しているとは思いませんでした。彼は今結婚してずっと日本に住んでいるそうです。変わらない笑顔で、もうあの時の悲しそうな顔はしていませんでした。いや、嬉しかったですね。はい。またいつか彼とご飯食べに行こうと思います。それでは次の話です。またシェアハウスの友達の話。これはね、少しびっくりした話です。同じシェアハウスにはもう一人友達がいました。彼は日本人の山岳ガイドです。山を登る人です。山を登る人を助けたりガイドする仕事です。そのシェアハウスは山が近かったので、彼はそこに住んでいました。彼は本当に背が大きくて、筋肉もたくさんありました。本当に山が好きなんだろうなぁと僕は思っていました。彼は僕より年上だったんです。よく一緒に遊んでくれました。車も持っていたし、一緒に温泉に連れて行ってくれたり、一緒にスーパーマーケットに行ったり、お兄さんのように優しくしてくれました。それである時、3人ぐらいで山に遊びに行きました。近くの山でハイキングですね。そこで僕たちは橋を歩いていました。かなり高いね、橋でした。下の方に川が見えます。遠くの方に山が見えます。すんごく綺麗な景色でしたよ。そこで楽しく話しながら歩いていました。そしたら、その友達が突然、橋のレール、手すりに乗ったんです。危ないですよね。僕たちは、何してるんですか？やめてください。危ないですよと言ったんです。でも彼は笑いながら、その手すりの反対側にぶら下がったんです。もう体を下に下ろして手だけで手すりを掴んだんですよ。だから、もう足は川の方です。遠くには川が見えます。もうぶら下がっているだけの状態。で、笑ってるんですよ。そして彼は、うわあ、助けてーと言いました。冗談ですよ。冗談の笑った顔で言いました。でも、僕たちは怖すぎて、いや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 、やめてくださいよ。何やってるんですか。いや、本当に怖いからやめてくださいって言って、本当に怖いから早く戻ってくださいって言って、あのそしたら戻ってくれました。でも、手だけでぶら下がって、でも足を使って、手すりによじ登って、山を登るように戻ってきました。いやー、怖かったですね、あれ。なんか、普通じゃないものを見ました。
普通じゃない光景を見ました。多分その人は山に登ってるし、ロッククライミングもしてるし、もういつもそういうことをしているんです。だから簡単にできる。だけど僕たちは全然山なんて登らないし、ロッククライミングもやったことがありません。だから怖いですよね。めちゃくちゃ怖かった。普段すごく優しく話しているし、びっくりしました。そういう話です。この話で考えたことがあります。人にはいろいろな顔があります。いろいろな面があります。だから僕たちは一つの面しか知らなかったんですよ。そこで新しい一面を見た。それだけのことなんですよね。もちろん僕、OK もいろいろな顔があります。こうやってポッドキャストで話す顔と普段の僕は全然違うかもしれません。僕が音楽をやっている時の顔は全然違うかもしれません。僕が一人で踊っている顔はかなり違うと思います。皆さんもそうですよね。それでは次の話をします。次のトピックは東京の家賃の話、家の値段の話です。いや、昨日びっくりするニュースを見ました。東京の23区の家族向けマンション。その家賃です。平均家賃が約25万円になったそうです。25万円ですよ。つまり、もう、めちゃくちゃ高いです。一人用の小さな部屋でも平均10万円を超えます。高いですよね。本当に。東京の23区というのは一番中心です。東京は広いですから。渋谷、秋葉原、品川、錦糸町、全部23区にあります。で、それで25万円平均。これはどうやって生活するんですかというニュースでした。高すぎて生活できません。そういう話です。今の30代の平均的な給料、お金です。手取り。つまり実際に使えるお金は月に約30万円だそうです。もし25万円払ったら残りは5万円しかありません。これでご飯を食べて電気代を払う。できません。無理ですよ。絶対に生活できません。よく家賃は給料の 30% までと言われます。25万円の家賃を払うには年収が1450万円必要だそうです。1450万円です。日本にそんなお金持ちたくさんいませんよ。本当に。だから最近東京の都心では外国の人が多いです。外国のお金持ちが家を借りることが多いそうです。はい。その高い家賃を払えない人たちは
どこへ行くんでしょうか。今、東京の外が人気だそうです。つまり、隣の県が人気です。神奈川県、千葉県、埼玉県です。もちろんメリットとデメリットがありますよ。もし会社が東京にあれば、通勤時間は長くなります。でも、家賃は安くなります。例えば、10万円くらい安くなります。僕もね、昔、神奈川県に住んでいました。何度か住んでいました。東京より少し静かだし、公園もあります。家賃も東京より安かったです。僕は結構好きでした。神奈川県の生活は。なので僕も無理して頑張って東京に住むよりは少し離れて住みたいです。心に余裕を持って住みたいです。最近は本当に引っ越しを考えています。僕ももう少し広い部屋に住みたい。もう少し自然の近くに住みたいです。では、家の話。次の話は、礼金や更新料です。礼金、知っていますか？お礼のお金。家を借りるときに払わなければいけないお金です。日本はこのルールがあります。僕はこのルールが好きではありません。本当に。例えば、10万円の家賃があったら、礼金1と書いてあったら、礼金10万円を払わなければいけません。他にもいろんなお金がかかります。日本で家を借りるときは、家賃の3倍から4倍のお金を払います。そこに礼金が入っています。これ、家を貸してくれる人へお礼のお金なので、何も戻ってきません。ただありがとうというお金なんです。これは払いたくないですよね。僕もなるべく払わないようにしています。礼金がない家もあります。だから礼金がない家を探して契約しています。つまり家を借りているんです。皆さんももし日本に住むときは礼金に気をつけてください。礼金がない物件は探し方があります。どうやって見つけるかというと、例えば UR、彼らの物件は礼金が必要ではありません。だから外国の人も借りやすいと言われています。他にもフリーランスの人や安定しない職業、正社員ではない人も借りやすいと言われています。僕はまだ借りたことがないんです。なんでと思いますか？それは人気だからです。毎日調べて、毎日電話しないと借りられない部屋があります。人気の部屋がたくさんあります。すごく頑張れば手に入る物件です。僕はもう10回以上引っ越しをしています。引っ越しが好きです。いろいろなところに住むと楽しいです。ただもちろんお金はかかります。
それでたくさんお金はなくなりました。それを引っ越し貧乏と言います。僕は引っ越し貧乏です。だけど、たくさん引っ越しをしたので、いろいろなことを勉強しました。どんな不動産屋がいいのか、契約書の読み方、どんな契約があるのか、時間をかけて学びました。最初はたくさんお金を無駄にしましたよ。もったいなかったなあ、お金。僕はシェアハウスにたくさん住んでいたので、荷物は多くなかったです。だから、引っ越しの会社を使わずに引っ越しをしました。5回以上は自分で引っ越しをしましたよ。自分で車を借りて、友達と一緒に引っ越しもしました。他にも少し安い方法があります。普通は引っ越し会社に頼みます。引っ越しの会社に頼むといくらぐらいかかるかな。多分一人で10万円ぐらいはかかると思います。あまり考えずに選ぶと10万円はかかります。だけど、もし荷物が少なければ赤帽という方法があります。赤い帽子と書いて赤帽です。これは小さなトラックです。小さなトラックを持っている人がいて、その人が引っ越しをしてくれます。安いと2万円、3万円で引っ越しすることができますよ。ただ、あまりたくさん荷物が乗りません。少ない荷物なら安くできます。例えば、冷蔵庫、洗濯機、ベッド、自転車、そして段ボールが40個。それは多すぎます。それは赤棒に乗りません。赤棒の大きさは軽トラックぐらいかな。見たことありますか？日本のかわいい車。軽いトラックと書いて軽トラック。それぐらいの大きさですから、一人用の引っ越しですよ。そして家を探す時期の話をします。いつみんな家を探すのか。3月が一番多いです。一番忙しい時期です。これは4月に日本は新しい生活が始まるからです。会社への入社も4月、学校も4月に新しく始まります。だから、それまでに家を決めたい。みんなそう思います。他にも、それまでに家を出なければいけない。そういう人がたくさんいます。だから3月は本当に忙しいです。たくさんの物件が出ます。いい物件が出るのも3月ですよ。4月に引っ越さなければいけない人は、いい家でも出ますから。だから、この3月は毎日毎日調べることが大切です。僕も最近見ています。で、いいのがあったと思ったら、もうすぐ電話してください。じゃないと本当になくなります。誰かが契約してしまいます。僕も1ヶ月ぐらい見ていました。2月から。そして
あ、この家見てみたいと思ったんです。そして不動産に連絡しました。そしたら、その物件もうなくなってしまったんですよ、と言われました。本当にそういうことが多いですから、3月は。皆さんも日本で家を探すときは頑張ってください。そうだ。一つ気をつけてほしいこともあります。日本で家を探すとき、おとり物件というものがあります。つまり、本当にはもうないのに、情報だけ載せている物件です。例えば、あなたが物件を見て不動産に連絡します。するとその不動産は、もうその物件なくなったんですよ、と言います。でも、他にもあるので見ませんかと言います。そうやって別の物件を見せる。それをおとり物件と言います。不動産は家を紹介してその手数料、つまり紹介したお金をもらいます。それがビジネスです。だからお客さんに来てほしいです。そのための良くない方法ですね。最近は減っています。あまりおとり物件もなくなったと聞きます。だけどまだあるらしいですよ。なので気をつけてくださいね。では、まだまだ家の話をします。結構賃貸が好きですから。僕が家を探すときに見るところについて話します。何を考えて見ているかという話です。まず、いい物件はずーっと募集されていません。つまり、いい物件は出たらすぐになくなるということです。例えばインターネットを見ていて、その物件が出された日が書かれています。情報公開日。簡単に言うと、情報が出された日です。これが、例えば2ヶ月前、僕はもうその物件はやめます。なぜなら、2ヶ月もいい物件が外に出ていることはないからです。何か理由があります。例えば、僕はこの間内見に行きました。言い換えると、家を見に行きました。その家は見た目も綺麗で、広くて高くなかったです。いいですね。駅からも歩いて近い。便利な駅です。そして日当たりもいい。だけどその物件は1ヶ月空いていました。情報公開日から1ヶ月空いている。1ヶ月か。1ヶ月はそこまで長くないけど、でも、どうだろう。そう悩みました。でも、見に行ってみることにしたんです。そして行ったら理由がわかりました。その家の隣、工事があったんです。工事を始めていたんです。しかも、長い工事です。新しくマンションを建てる。数ヶ月間かかる工事ですよ。つまり、その家の日当たりも悪くなる。太陽があまり当たらなくなる。そして音がうるさくなる。数ヶ月間音に悩まされることになる。それが理由だったんですね。これは行ってみないとわかりません。
不動産屋も知らないこともあります。Google マップのストリートビューもまだ更新されていなかったです。全然わかりませんでした。こういうことがあるから、皆さんも気をつけてくださいね。はい。出されて時間が経っている物件は注意するというお話でした。はい。家についてはまだまだ話したいことがあるので、また別のポッドキャストでお話しします。それでは次、本当につまらないお話をしましょう。僕はね、ビートルズが大好きです。ビートルズが大好きですから、行きましょう。好きなビートルズのアルバムランキング。はい。私の大好きなアルバムは何なんだ、順番にね、じゃあ考えましょうか。これね、皆さん知らないよとか思うかもしれませんが、ビートルズは、12個アルバム出したのかな。12個のアルバムがあります。でもね、何年やってたと思います？バンド、ビートルズ。7年とか8年ぐらいですよ。もっとやってると思いましたよね。15年やってると思いましたよね。のん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 の。7年、8年ぐらいなんです。短い。その間に、もう何個アルバム出してるんだよっていうね、たくさん出しています。はい。で、僕は本当中学生の時にビートルズが大好きになりました。親がね、ビートルズ大好きで、もう僕はね、お母さんの生まれる時、お母さんが僕を産む時、お腹にいる時からビートルズを聴いてました。はい。もうですから、もう大好きということで。では、これはね、難しいんですよ。本当はランキングなんてやりたくないんです。ね。順番なんてつけたくないんですけど、つけなきゃいけないなら、この順位をつけるぞということで。では12位。一番下。すいません。これビートルズフォーセールですね。これ、4枚目ぐらいのアルバムかな。僕の印象は、なんか、ちょっと、カラという感じ。乾いているイメージがありますね。なんか、みずみずしいというよりはカラカラ。砂漠のような、砂漠というとちょっとあれですけども、多分この時はみんな忙しかったんだと思いますよ。ライブをして、ツアーして、で、レコーディングもしなきゃいけない。カバー曲がいっぱい入ってるんですよね。だから曲を作る時間もなかったんじゃないかな。はい。でも好きな曲は I'll Follow the Sun。これもね、アコースティックの、なんだかちょっと切ない曲ですね。じゃあ次、11位は With the Beatles。これもね、初期の曲ですね。2枚目ぐらいかな。なんかこのアルバムもね、カバーが多いんですよ。カバーがたくさんでもないけど、ちょっと入ってて、まだ、こう、バンドって感じの音ですね。でその次、Please Please Me。10位かな。これがファーストアルバムです。デビューのアルバムなんですけども、これね、いい曲はいっぱい入ってますよ。I saw her standing there とかね。Ask me why とか。いやー、大好きな曲も入ってます。ツイスト&シャウトもいいですね。
カバー曲ですけども。だから、僕は初期の曲は、ちょっとランキングが低いかもしれません。後半の曲、後の曲の方が好きなんですよ。ビートルズは最初はもうバンドの音ですよね。ギター、ベース、ドラム、歌、ハーモニカ。シンプルなバンドだったんですが、途中からね、もうレコーディングでいろんな音が入ったり、いろんな、レコーディングの技術を使って、録音の、バンドになりましたね。はい。ということで、プリズミは下から3つ目です。次は9位は、ハードデイズナイトかな。ハードデイズナイト。これね、映画が一緒にありますけど、これ全部オリジナル曲だね。で、ジョン・レノンの曲がすごい多いですよ。これの I should have known better とか好きだったな。この頃はみんなアイドルって感じでしたね。可愛い感じで。みんなまだスーツを着てね、映画撮ったりしてましたよ。だってこの時ぐらいかな、ジョン・レノンは結婚してたんですけど、なんかこう、なんだろうね。彼はもう結婚してるんですよ。残念。みたいなこと書かれてましたもんね。アイドルですよね。はい。でそろそろ、中期後期の曲が来ますが、8位はイエローサブマリンかな。これアルバムっていうのかな。これも映画があって映画のサウンドトラックなんですよ。映画のサウンドトラックだから、なんかインストゥルメンタルの曲がいっぱいあるんですよね。歌がない曲がたくさんあって、で、ジョージ・マーティンが作曲してる曲もたくさんあるんですよ。だからね、ちょっと低い位置にあります。でも、好きな曲が結構入ってるんですね。結構いい曲も入ってる。はい。イエローサブマリンは有名ですよね。リンゴスターが歌ってる。で、その次が、サージェント・ペッパーです。これ結構、昔はね、人気だったアルバムなんじゃないですか？コンセプトがあってね、1曲目から最後まで、すごく考えられているアルバム。ですね。これの好きな曲はなんだろうな。やっぱ A Day in the Life かな。人生の一日。はい。では、次は、6位。ラバーソウル。これね、アコースティックなアルバムですね。ラバーソウルは、なんかノルウェーの森とかね、有名な曲がありますが、それはね、本にもなってます。本にもなってるというか、村上春樹がノルウェーの森という曲を書いたんです。曲じゃない、本ですね。ノルウェーの森という本を書いて、それはこのアルバムの中から取られているんですけど、その曲とかはね、僕もよく弾きますよ。ギターを持ったら、簡単だからね、よく弾きます。D で始まるんですよ。D のコードで。カポをつけてね、E になるんですけど、ね、キーを全音上げて E になって、でも D の形の指で弾く。はい、そういう曲でございますが、はい。では、ここからトップ5。トップ5は、マジカルミステリーツアー。これはサイケデリックなアルバムです。
これも映画のサウンドトラックですけど、これね、僕の一番好きな曲が入ってるんですよ。I am the Walrus という曲です。僕はセイウチという曲です。これ本当にね、この曲は意味がわかりません。歌詞も意味がわからないし、メロディーもね、サイレンのようなメロディーで、ラップのような歌だし、かなり実験的な曲です。でも僕は、中学生の時にこの曲を聴いて大好きになったんですよ。もうそれ以来、ずっとこの曲を聴いてね、歌えるように練習して、そして歌詞もね、毎日、ノートに書いて、学校の授業の時もこの歌詞を覚えてね、歌えるように練習してました。はい。なので学校の成績はどんどん悪くなりました。どんどん悪くなって。でもどんどんビートルズを歌えるようになっていったんですね。はい。4位はアビーロードかな。アビーロード最後のアルバムです。本当の最後のアルバム。このアルバムは、みんな解散が分かっていたんですよ。もう解散するなって、みんなが、その終わりの悲しさもね、感じるアルバムなんですね。そして3位は Let It Be。はい。これね、なんか好きなんですよ。映画 Let It Be はね、みんなちょっと雰囲気が悪くなってきて、ちょっと喧嘩の様子も映ったりとかね。そんな、映画なんだけど曲はいいんですよね。みんな見たことあるかもしれません。屋上でビートルズが歌っている。ね、屋上でライブをしている映像を見たことがあるかもしれませんが、この中のディグアポニーという曲がね、好きなんですね。変な曲ですよ、これも。ジョン・レノンの曲ですけど。三拍子なのかな。三拍子っぽい雰囲気の曲で、歌詞もちょっと意味がよくわかりませんけども、大好きです。はい、2位は、リボルバー。リボルバーです。これね、迷いました。1位か2位か。でも、最近の気分は2位ですね。ずっと1位でした。このアルバムが僕の中で。やっぱりかっこいいし、実験的だし、好きな曲がいっぱい入ってるし、ね、これが大好きっていう人も多いかもしれませんね。それでは最後は1位、ザ・ビートルズ。はい。白版と日本では言われています。白いからね。これはね、いろんな曲が入ってる。何曲入ってるんだろう。30曲以上入ってるんだっけ。そんなないっけ。でもね、いろんな種類の曲が聴けて楽しいんですよ。僕の好きなのは Dear Prudence かな。これもジョンの曲、ジョンの曲が好きかもしれません、僕。ビートルズで、曲はジョンのが好きだな。ポールもね、もちろん大好きですよ。ジョージもリンゴもね、好きですけど。でも曲をね、上げると、ジョンの曲ばっかりですよ。で、このね、前も話したかもしれません。ザ・ビートルズというアルバムのレコードがね、僕の家にあったんですよ。実家にあってね。で、実家にあるから僕は子供の時、中学生ぐらいの時に、と思って見たんですよ。そしたら、サインみたいなのが書いてあって。で、僕の父親のレコードなんですよ、それは。そこに、僕の父親の名前書いてあって、from リンゴ、from ポール、ジョン、ジョージ、from って書いてあって、サインが書いてあって、
ビートルズのサインをもらったの？すごいじゃん。超すごいじゃん。僕のお父さん。と思ってさ、父親に聞きに行ったんですよ。これ何？って言って。そしたら、自分で書いたって言ってましたね。自分で書いていたんですよ。かなりすごいですよね。変わってますね。変ですね、ちょっと。いやー、僕の父親はちょっとね、人とはちょっと違うんです。独特なんですよ。ビートルズが大好きで、自分で書いたらしいです。あれ、まだあんのかな、家に。やばいよな。僕もね、そんな父親にちょっと似てますから、はい。残念ということで、以上、僕のビートルズ好きなアルバムランキングでした。これ、みんな眠くなったんじゃないですか。これはね、かなり眠くなって、もう夢の中に皆さんいるんじゃないかな。羊を数えなくても、僕がビートルズのアルバムを数えましたから。はい。ということで、1時間のエピソードでした。皆さんここまで聞いたんですか？すごいですね。かなり日本語を聞きましたね。今日はもうゆっくり寝てくださいね。それではおやすみなさい。